はい、お羊座の皆さんこんにちは。本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月のタロットリーディングをさせていただきます。前回2024年がどんな1年になるのかっていう星からのメッセージという動画を上げていますので、そちらをご覧になっていただいた上で、その中で1月ってどんな月なのかなっていうのをタロットで深掘りしていきたいと思います。お願いします。その中でもその前回の動画の中でも言ったんですけれども、4月9日がお羊座で起こる皆既日食がありまして、その時が一つの大きなお羊座の皆さんにとってはね、転機になるかなと思うので、それまで粛々とコツコツと頑張っていただきたいんですが、1月はどうなのかな。1月結構仕事もいいですもんね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。楽しみ。いきなりペンタクス5、ワンドナイト、デビル逆、ワンド7の逆、そしてペンタクス6の逆、カップ4、ジャッジメント逆、気をつけることや対策はワンド9の逆とカップ10と、そしてオラクルは吊るし人の逆です。そうですか。星で見た時にはね、仕事運、社会が華やかになりますよとか照らされますよっていう時なんですね、1月は。で、特に1月20日以降っていうのは、自分が新しい未来に向かっていくように、何か自分の中で切り替えが起きるっていうタイミングなんですね。で、星で見た時に今お羊座の皆さんどうしたんですかっていうぐらい、自分の価値を見失っていませんかっていうメッセージが来ています。どうしたんですかね。なんかちょっと考えすぎて思考が曇っているみたいな感じがするんですね。もちろん1月って新しい年の始まりだし、今年は頑張っていきたいみたいな希望もあったりして、目標を掲げたりとかして、すごくいい喜びが見えそうな雰囲気すごいあるんですけど、だからなのかすごく考えすぎて、行動が臆病になっていたりとか、なんか自分はそれをする資格がないみたいな、そんな気持ちになったりしてるのかなと思いました。やはり今この時点で自分の立場が悪いとか、なんか今のこの状況を崩してはいけないんだみたいな恐れがあるのかもしれないですね。そしてただその前にですね、もう少し前、去年の暮れとかかもわからないですけれども、何か自分のちょっとした自信喪失っていうか、なんか自分なんてとか、なんかそういう意識があったのかもしれないんですけれども、それがお金の心配とか、何か自分が気持ちが下がるようなこ価値っていうものを勝手に自分が引き寄せて、自分が勝手にですよ、現実何も変わらないのに自分が勝手にきっとこうだわっていうふうにネガティブなものを引き寄せて、自分のことをちょっと陥れていたというか、自分の価値っていうものを見失っていたんじゃないかなと思います。でもそれは全部頭の中で行われているだけなので、現実の価値っていうのは一切変わらないのでね、覚えておいてください。そしてそのことがきっかけなのか、何かを手放そうとしているっていうのがあり、特に年末っていうのはいろんなものをね、捨てたりとか、大掃除とかもそうですけど、気持ちの整理っていうのもつけるのがいい時だったので、何かの思いからとらわれていたものから解放されるとか、何かの悪い癖を抜け出すっていうことができたのかなっていう感じがします。だけど何か今まだそれがすごい万全の状態じゃないんだって思い込んでるような感じがありますね。そしてここからの1月なんですけど、ちょっとこれはね、私の本当に感じてるお羊座さん皆さん共通の感じてることなんですけど、先ほど星の話ちらっとしたんですけど、社会運がいいんですけど、社会運がいい時って何も必ずしも絶対仕事しなくちゃいけないわけでもなく、自分がどんな世界を生きたいかっていうことを考えられるというか探求できる時でもあり、でそれがちょうど1月の20日からやっぱりこういう世界に行きたいとか、こうしていきたいっていう希望の方に向かっていくんですけど、希望が見える前ってちょっと暗かったりするんですよね。なので今カードで見えてても、なんかすごく思考が曇ってるっていう感じがするんです。なのでオラクルが吊るし人の逆なんですね、私から見ると。なのでそのとらわれた思考から離れてみてっていうのが一番のメッセージなんです。そこから離れてみたら、現実はこんなに豊かじゃないとか、こんなに満たされてるじゃないとか、何も問題ないじゃないっていう感じがあるんですね。で
こうちょっと暗闇というかそのもやがかかった状態から希望が見えるっていう風にこう移行していくのが1月なんだなって思ったんですね。ただ1月ってまだ季節で言っても冬だし、こう本当に晴れやかになってるかっていうとそうじゃなくて、まだ準備段階っていう感じがします。ご自身でも気持ちを切り替えてやっていこうっていうふうにすごくなんか行動してる感じもしますし、その自分のためにもそうだし誰かのためにもこういいことしようみたいなね、すごいなんかボランティア精神みたいなものもあるんですけれども、それがじゃあすぐに現実に反映されるかっていうとそうでもなく、なんか独りよがりなのかなっていうことを感じたりとかしやすいなと思ったんです。だけど本当に忘れないでほしいんですけども、もう本当幸せはすぐそこにあるっていうか、なんか本当は満たされている。だけどその新しい希望っていうものが見えるがより輝いて見えるためには少し曇っていたりどんよりしている時期もあるんだなって感じなんですね。なのでちょっと不思議な感覚なんですけど、えっと特別外側で問題がないからこそ、自分が直したいところだったりとか修正したいことをちゃんと修正できる、時間が取れるんだなって感じがしたんです。でそれは何か自分のそのコンプレックスとか何か苦手だなと思っていることに携わっていく時間なのかもしれないし、自分を整えていく時間、自分を納得させる時間とか、そういうのも含まれるのかなと思いますね。なんだか知らないんですけど、なんか自分のことをなんかやけに低く見ている感じがあり、そしてまだまだそれを克服するには時間がかかるんだと勝手に思い込んでいる。でもなんか本当はね、一緒にしてそういう曇ってる思考っていうのは晴れるんですけど、自分で納得したい、理由をつけて納得して、解消していきたいっていう思いがあるので、少しずつ進んでいくんだなと思いました。そしてちょっとね注意なんですけど、早とちりしないでくださいって感じもします。この1月の特に中旬ってなんかちょっと静かにこう黙々と淡々とやってる感じがあるんですけどね、その中で勝手に出口がないんだっていうふうに思い込んだりとか、こう今この感覚から抜け出したくてすぐに結論を出してしまったりとかしやすいかなと思ったので、そこは注意してください。決してこの1月で結論出すというよりは、もう少しさっき言ったみたいに3月までもうちょっと待ってみたいな感じがありますね。まあ今ね、この2024年の前半というのは本当に自分の感覚っていうものを肥やしていかなきゃいけないっていう課題もありますし、じゃあどうやってその感覚を肥やすのって言ったら、自分がいろんなことを感じるっていうのが一番感覚が超えてくるので、そういう意味でもちょっと自分で自分を曇らせて感じているのかなって感じがしましたね。なので行動っていうのは少しストップするというか、少しまろやかな感じですね。がむしゃらに突っ走るというよりも淡々とやっていく。でもなんでしょうね、なんでそんなにこうご自身を低く見るっていうか、まだまだだとか思うのかなって感じがしますけどね。今がベストと思ってみてくださいね。すでにある。ちょっと補足で見てみましょう。ペンタクスの2の逆とワンドエースとタワーの逆なんですけども、なんか自分から自ら行動を起こすっていうのがちょっと低い感じがするんですね、この1ヶ月ね。でどちらかというと他者からもらいたいとか、他者からこんな感じで他者から何か喜びのヒントとか種を与えてもらいたいっていう期待があるんですけど、でそうしてるとすごくその喜びっていうのが他力本願になってしまって、上がる時もあれば下がる時もあるみたいな感じなので、一番はやっぱり自分が思う喜びを追求していってくださいって感じがしました。自分が感じる幸せっていうものをとことん追求していく。そしてそれによってもしかしたら何か自分の中の概念とか想念とかが壊れるかもしれません。タワーなのでね、これは。だけどその方がいいんですよ。1月の大きなテーマっていうのは本当に自分の思考をどれだけ柔らかくして壊して新しく構築していくかっていうことがこの1月の一番大きなテーマなので、今カードで見たらなんか単にハッピーとかってそういうんじゃなくって本当に思考にとらわれてるんだなって、この思考を外すことがまさにこの運に乗ってるっていうか、この宇宙に乗って促されていることなんだなって思うので、すごく順調ですよ。
でも恐れないでねって感じがします。ちょっと楽に見てみようかな。止まって頭の中でばっかり考えてるっていう感じがするんですよね。うん。うん。フールの逆にワンの10の逆にペンタクスのページなので、そうですね、やっぱり何か整えてるんでしょうね、この1ヶ月で。それが一番大きく感じるのは、その自分の頭の中の思考とかもやとかをちょっとクリアにして、新しい希望や光を見出すための期間なんだなっていうことがあって、だからなんかもし動ける方はがむしゃらに動いてっていうのもありなんですけど、なんとなく動きづらいような感覚があり、で動かないんだったらもういっそのことをもう考えないとか、もう保留にしとくっていう感覚でいる方がいいですね。変に重荷を背負うっていうよりは、自分の中に生まれている感覚、喜びの感覚とかありがたさとか、そういったものを大事にしていく方がいいよっていうふうに言われてます。そんな感じかな。なのでお仕事っておそらく、仕事で言うとそのやりたいことはたくさんあるけど全部こなせないとか、他者の、返事待ちとかで動きづらいとか、そういうのもあるかもしれませんね。まあそれはまあゆくゆくどうせっていうかね、3月4月にガーッと盛り上がってくるので、1月は調整がいいと思います。でパートナーシップとか人間関係に関しても、すごい喜びっていうよりは、どこか自分を卑下していたりとか、相手からもっとアプローチされたりとか、相手からもっと喜びが欲しいみたいな感覚あるかもしれないんですけど、まあそういった感覚もね十分に味わうからこそ、また動き出した時が楽しいっていうのもあると思うので、まあどんな感覚であってもね、楽しんでください。ただ一つ言えるのは、あえて自分からこうダークな方に入っていったりとか、自分でどんどん落ち込んでいくように自分を仕向けたりとかせずに、今月のテーマって思考をクリアにすることだったなって、考えすぎないことだったなっていうことだけ覚えておいてください。そしてですね、 LINE にご登録いただいている方で、有料メンバーさんを募集してるんですけども、そういった方は一緒にまたワークをしたりとかして、いい日のタイミングでいいワークをして、自分自身をもっとクリアにしていきましょうっていうのをやったりするので、よかったら LINE のご登録もお待ちしております。はい、そんな感じかな。ね、年明けなんかパッっていうよりは、そういう感じで来ましたかっていう感じでしたけど、何かしらこれがお役に立てれば嬉しいです。決して悪くないんでね、頭の中だけで繰り広げてるって感じなので、はい、現実は決して悪くないです。はい、ということでありがとうございました。では次また2月の頭に次の動画をアップしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございます。失礼します。